現実から逃避したいあまり、一般企業に就職でもする程度の覚悟で過激派組織に参加するそんな甘い考えの若者たちに、イスラム国だけはやめろと力強く訴えるのが、高部正樹氏だ。高部氏は、旧ソ連のアフガン侵攻時に反ソゲリラ組織、ムジャヒディンに属した経験を持つ元傭兵。異教と虐殺や強奪を行うイスラム国はテロ集団です。それに加担すれば、世界中からテロリストと認定されます。今後、海外旅行にも行けません。今の若者は、そのデメリットを分かっていない。戦場に行った事実が欲しいだけ。鉄砲を持って記念撮影したいんです。イスラム国にとって、そんな若者たちは使い捨ての駒に過ぎない。彼らの戦い方は、100人が前線に出たら80から90人は死ぬという人海戦術。頭数が欲しいんです。こうした歩兵中心で正面突破する戦い方は、イスラム国兵士の特徴だという。聖戦、ジハード、で戦死した者は、天国でハーレムのような暮らしを送れると本気で信じているんです。だから死を怖がらず、無謀な突撃を行うんです。そんな血みどろの戦場に、ズブの素人が放り込まれたら、どうなるのか。過去に私が所属していた部隊にも、初めて戦地に来た者がいましたが、彼は伏せていないと危険な状況にもかかわらず、いきなり立ち上がったんです。どうやら、恐怖のあまり無遊病状態になっていたようです。そんな状態では、命を落とさない方が奇跡だ。顔つきや話しぶりで、戦場で通用するかしないかはすぐにわかりますよ。例えば、人を殺せるかと問われ、そういう状況になったらやりますと答えるのはダメな素人の典型です。戦場に来るなら、そんな覚悟は当然ですから。だが、覚悟のない者に限って、生きて帰ってこられると確信しているという。素人ほど戦地に行った後の将来設計をしています。だからこそ、今後どちらの社会で生きていくのかよく考えろと言いたいですね。そのままイスラム社会で生きるならまだしも、日本に帰国するなら、イスラム国という選択肢はありえないでしょう。観光気分の参戦は、生きても死んでも地獄なのだ。